あれは僕が高校2年の夏だった。一人で実家に帰省した時、祖母の家で古いアルバムを見ていた。その中に白無垢の女が橋の上に立っている古びた写真が一枚だけあった。誰が写したのかも、写っている人が誰なのかもわからない。これ、誰？祖母に尋ねると、しばらく沈黙した後、小さくため息をついた。花嫁橋の話、聞いたことあるかい？首を横に振ると、祖母は語り始めた。かつて村では、災いが続くと、山神に花嫁を捧げる、という奇襲があったという。選ばれるのは、存在の薄い娘。白無垢を着せられ、誰にも見送られず橋に立たされる。そして、戻ってこない。神隠しって、昔は都合のいい言葉だったのよ。みんな、なかったことにしたくてね。祖母はそれ以上は話したがらなかった。でも僕の中には、何か引っかかるものが残った。翌日、僕はその橋を見に行くことにした。地元の友達に聞いても、行くな。あそこはやばい、と口を揃えて言う。でも誰も理由を語ろうとはしなかった。花嫁橋と呼ばれるその吊り橋は、山奥の林道を30分ほど歩いた先にあった。霧が濃く、空気がひどく冷たかった。途中の鳥居は腐りかけていて、しめ縄もちぎれていた。そこを越えると、山は急に静かになった。セミの声も風の音も、まるで封じられたように消えていた。橋は古びていて、足元の板はところどころ腐っていた。手すりも朽ち、今にも崩れそうだった。下は深い渓谷で、濁った水が流れていた。落ちたら、二度と見つからないだろう。その時だった。橋の向こう、霧の中に人影が見えた。白無垢。女が、橋の真ん中に立っていた。こちらに背を向けて、微動だにせず、まるで写真の中から抜け出してきたようだった。僕は、吸い寄せられるように橋を渡った。一歩、また一歩。古い板がギシギシときしむ。女は振り返らない。お母さん、なぜそう呼んだのか、自分でもわからない。その瞬間、女がゆっくりと振り返った。その顔は、若い頃の母の面影にそっくりだった。お前は、言ってはダメ。唇が、そう動いたように見えた。けれど声はなかった。次の瞬間、橋の板が崩れ、僕はとっさに後ずさった。
霧がざわめき、冷たい風が吹き抜けた。目を開けると、もう女の姿はなかった。帰宅すると、祖母が座敷で待っていた。言ったね。祖母はぽつりと告げた。お前の母は、あの橋で姿を消したんだよ。僕は何も言えなかった。祖母は続けた。お前が小さい頃、何度も言ったろ。橋の方には近づくなって。あれはね、忘れたくても忘れられなかったからなんだよ。母は村の花嫁に選ばれた。でも僕を産んだ後に神に捧げられるはずの母は逃げるように村を出た。そして消えた。神様ってのはね、忘れた頃に取りに来るんだよ。祖母はそう言って仏壇に手を合わせた。あの夜、僕は祖母の仏間で眠った。真夜中、ふと目を覚ますと、縁側に白い着物を着た人影が立っていた。夢だったのか、現実だったのか。ただ、あの姿には懐かしさがあった。あれから10年以上が経った。祖母は亡くなり、家は取り壊され、僕はこの村に戻る理由もなくなった。けれど、時折、夢を見る。あの橋、霧の中に浮かぶ白い影、ゆっくりと振り返る母の姿。あれは呪いではなかった。僕を守るための最後の意志だったのかもしれない。人は過去を忘れる。けれど場所は忘れない。夏が近づくと僕は無性にあの霧の匂いを思い出す。電車の窓から見える山々の影につい目を凝らしてしまう。そして決まってこう思う。僕はまだ行かない。けれどいつかはきっとおしまい。